迫田さんの包丁にしてとにかく切れる、本当に相棒ですね。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。迫田刃物の迫田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日実際に作成していただく包丁の完成したものを見せてもらうことはできますか。はい、大丈夫です。そしたら完成品がこれになります。これ今回どういった包丁になりますか。うちで作ってる万能包丁、牛刀型になります。鋼材は青紙スーパーという種類になります。刃物はね、5000円、1万円台、はい、3万円台、はい5万円台、10万円台、それは鋼が違うからね。これはね、街で売ってる1万円台の包丁、鋼はこういう。これが3万円台の包丁。これ5万円から10万円の包丁。この火花の感じが違うってことですそうか。そうそうそう。今回青紙スーパーで商品作ってるんですけど、あれなんかお宅が1年切ったかってね、家庭じゃ歯潰れんと思う。2年研がなくていいと思う、一般の家庭やったら。こんにちは。松原です。お願いします。ここがハンドルつぐところですね。これはどれぐらいで取り出して。マシャッとあったらでうちの包丁はね、大体炭素合が高いから冷眼炭道といってね、800度に上げて、それを8時間かけてゆっくり焼いてね、それから生で叩いていきます。1本作るにね、大体
形だけ作るのに3日かかる。簡単に作る方法はあるんやけどね、作ったら力が出ない。切れ味だったり餅とかですか？ここは全部もう迫田さんのそうですね。包丁に。でこれ見下ろし包丁って言うんですけど、サイズ感も全然違いますね。そうですね。でやっぱり大きかったらさばきやすいんですよ、大きいもの。やっぱり当たり前のことやけど、それも分からせてくれたのはこの迫田さんの包丁かもしれない。包丁ですね。本当に勉強させてもらってますね、包丁に。頭らもこれぐらいの感じでね、すごいあっという間に。スパッと。この皮を剥ぐ作業も刃が分厚かったらやりにくいんですよ。で僕らカツオの町じゃないですか。だからさばき方もカツオのさばき方になるんですよね。これぐらいの大きさだったら。そうマグロのさばき方してない、カツオのさばき方してるんですけど今。これぐらいの大きさやったらカツオと同じさばき方でさばける。この包丁やったら。こうやって縦にしてこうやって入れていくんですよね。縦にこうやって。よいしょと。こんな感じで。魚視聴者さんのやってる人やったら「お切れるね」と思ってくれるんです。切りやすそうやねって。すごい。力入れてないですからね、ほとんど。いい断面刺繍でしょ。スパッと切れたような。すごいですね、潰れずこうまっすぐ切れますよ。ね、この角がここは潰れずに切れ味いいですね、やっぱり。すごいスパッとなんか滑らかって切断面も。やっぱここで味とか変わってくる。ああ、そこお刺身は絶対変わってきますよ。でこれがやっぱりよく迫田さんのところでステンレスのやつなんですけどね。これは絶対一本もちょっとないかなとは思います。万能で、これ錆びない鋼材で切れ味がいいっていうのを作ってもらいました。実際めちゃ使いやすいです。やっぱこれ両刃焼き、両刃の方がやっぱりこのスパッと切る力は強いですよね。立ち切る力は。そう、この硬い皮にぐーっと入っていくというか。迫田さんの包丁にしてとにかく切れる、長切れしますよね。僕ら営業中にそんなに研いだりできんじゃないですか。長くやっぱり切れることが大事で、長く丈夫にこうやってほら分かります？この薄皮こうやって撫でただけで切れるみたいな、こうやってこう撫でたら切れていく。だからこの腹のところまで綺麗に最後までやれるっていう。もう切れんかったら切るのめんどくさくなるんですよ。手も疲れる、すごい。だって1本がこれぐらいのスピードでさばけますからね。30秒ぐらいそうですよね。ね。やっぱ包丁が違うとそうはいかないって感じもしますか？
そうやね、本当にそれはもう本当に痛感する。じゃあもう本当相棒というか手放いや、せない。本当に相棒ですね。これからも長く使っていこうかなっていう、長く使っていかさせてもらいます。あとはもう知ります。でこれで形になるやん。でこれで焼き入れの工程に持っていったらいい。ここでしっかりと塗ってないと、焼き入れの時にムラができたりするので、結構大事な作業。全体に泥を均一に塗りたいっていう感じでやってます。なんか焼き鳥みたいですね。そうなんです。まさに。みんな亀仙人って言うんですよ。亀仙人やって言うんですよ。僕のつもりなんですけど。焼き戻し6回だと鉄風が出てますから焼き入れの難しいところというか、大事なポイントとか聞いてもいいですか？タイミング、温度とタイミングでね、水につけすぎない。水につけすぎたら割れるんで。でも、あんまり早く引き上げすぎても焼き甘くなるんで、水から出すタイミングが難しいかなと思います。これで。包丁がまっすぐじゃないんですよね、仕上がってる段階で。なんでこれを叩いてまっすぐにしていきます。別にこれをやって切れ味が変わるとかっていうのは別にないです。ただやっぱ仕上がりの見た目に影響が結構出ます。あとここで
まっすぐなっててもこの研いでる時に熱が入ってどうしても曲がったりするんで、都度確認しながらっていう感じです。この厚みをざっと薄くしてるっていうような状態なんで、ここの幅、ここはもっとなんですか、分厚かったのを薄く。この機械は何という機械になるんですか？これは水研機って呼ばれてますね。ほんでこれとこれがテコって呼ばれてます。包丁のサイズも結構違うもんも研ぐし、この幅で角度が変えたりするんですよ、研ぐ時の。なんでこういうのとかこういう前後とかでその包丁に合った角度を出していくっていうような。この段階で今これがこの線の入ってる鋼のラインなんですけど、ここの鋼をこの時点でまっすぐできるだけ出るようにっていうのを気をつけて取ります。でこれをまっすぐ出すためにさっきの歪みというのがすごい大事っていう。コバ引いて、こっちが、今研いだ分、こっちがその手前の分です。次がこれで、これはさっきの砥石よりも細かい砥石なんですけど、それで、表面の傷を細かくする。はい、いいです。左が研いだ方、この右は研ぐ前ですね。そうそう、鋼のところの艶が多分こっちに。これ番手でいうと何番手とかある？これがね80番です。次は一応180。これがサイダルバクでまた磨くものになります。布になります。
で最後刃をつけて終わりね。親方が言ってたことなんですけど、失敗してもいいからとりあえずやってみろというような方針で迫田刃物では仕事をさせてもらってて、まあ入ったばっかりもちろん何もできない僕ですけど、それでもいろんな工程やらせてもらって、そういうのが成長の速さにつながったと思うし、そういう考えの迫田刃物っていうのはすごくありがたかったなと思います。なんで鍛冶屋になろうと思ったんですか？もともとなんか物を作るの好きやったんで、でまあ高知県やったらまあ鍛冶屋かなと。もうねどこもね受け入れてくれなくて、他全部断られて最後ここなんですって言ったら、じゃあしょうがないなって言って、もう言葉では表せないぐらい感謝しております。どんな風な存在ですか、皆さんは？助けてくれる人やん。でもどこの事業者も従業員がおったらそう中でそれであるべきなんやけど、従業員とは思ってないけどね、従業員と思ったら多分違う関係になるので、だってその人がおらんかったら自分がもっと大変なわけやん。それを助けてくれる人なんかやけ、だからそれがないとダメだとは思うのよね。